まこなこです。今回は2023年3月3日に発売されたウォーロンフォールンダイナスティ、このゲームの評価レビューを述べていきたいと思います。Steam でなぜ低評価になっているのか、この理由を先に述べた後に、そして評価レビューを述べていきます。それでは早速見ていきましょう。Steam の評価ですが、発売して数日経った段階ですごく評価が低い、高評価の割合が 38% となっています。通常であれば、海外のみであれば 80% 以上、日本とかのゲームであると 70% 以上あれば、それなりに面白いというような評価になりますが、もう半分以下となっている。これはなぜなのかということをまず述べていきます。これは、主にいくつか理由があるんですが、一つ大きな理由としては、中国人による低評価が多い。そしてこれはなぜかというと、キーボードとマウス、これでも一応操作はできるものの、満足して遊ぶことができないというようなことが、大きな評価を下げる要因となっています。日本人だと、家庭用ゲーム機がかなり普及していたこともあって、ゲームのコントローラーで遊ぶというのが慣れているかと思いますが、中国の場合は PC のゲーム市場の方が大きかったために、コントローラーで遊ぶという人が限定的であったこともあって、キーボードとマウス、これで満足に遊べないというのは、そもそもゲームが成り立たないということになりますので、このような結果によって、まずはこのウォーロン三国志、中国の歴史をテーマにしている、その中国で満足に遊べない、だから低評価、そしてそれによって全体的な評価が 38% というような評価になってしまっています。続いて、映像が映らないだと何かしらの不具合を抱えている。この映像が映らないに関しては、コーデックというものの問題になっていて、それをインストールすれば対応可能となっています。このあたりはメーカー側が何かできるようなことではないので、PC を持っているユーザー自らがコーデックというものをインストールする必要があります。これに関してはサポートの方で細かく書いてあると思いますので、そちらをご覧ください。この他最適化不足と言われるもの、ゲームを動かしていてカクついたりとか、何か描写がおかしいとか、そうした問題が多発している。なので、これも満足に遊べない。だから低評価になっています。これは別に中国がどうとかではなく、全世界的に多くのプレイヤーが問題を抱えているかと思います。私も 4K で遊んでいるグラフィックボードは RTX3090。かなり性能の良いものであってもゲーム中、カクつく、ちょっとなんか重くなったなみたいなことが多くありましたので、やはりこの辺りはまだまだちゃんと作られてないとなってます。そして強制終了、急にゲームが終わってしまう。そうしたような多くの問題を抱えているために、評価が発売日の段階では低いとなっています。だが PC の場合はどんどんとアップデートをされることによって問題が解消することがあります。今現在 38% の高評価の割合、これが今後上がっていくかどうか、そこら辺をぜひとも注目してみてください。もし購入を検討しているんであれば、上がった段階、つまりは問題が多く解消された段階、そこで改めて購入の検討をするのが良いかと思います。せっかくですので、地域別の評価の割合見ておきましょうか。日本だと 43% の人が高評価。日本人は低評価をつける割合が他の国と比べて高い傾向にありますので、その点も加味してこの 43% という数字を見ておく必要があります。一方、英語だと 65%。かなり日本と比べて高い。また全体の 38% から見ても2倍ぐらいの高さになっている。このあたりがやはり他の国と英語圏の人、そこでの評価の違いが出てくるのかと思います。一方、中国に関しては中国語2種類あって、中国本土の方は簡体字の方、こちらの方が 30% 圧倒的に低くなってます。一方、繁体字、台湾とか香港とかそのあたりで使われる言語、そちらだと 48%、まあまあの値になってます。このあたり、特に中国本土の人の評価が低い。これは先ほど言ったように、普段 PC で遊んでいてキーボードとマウスで満足にできないことというのが大きな要因かと思います。ではここからは評価レビューを述べていきたいと思います。評価レビューの前提として、私はプレイ時間30時間ぐらい、ストーリーのみを進めてクリアしています。この手の敵の動きを覚えて対応し、敵を倒すタイプのゲームを最後までプレイするのは初めてとなっています。同じ会社の仁王というゲーム、これは数時間でプレイをやめています。そのようなプレイヤーですので、やり慣れた人とはまた違った評価レビューになるかと思います。また遊んだのは Steam 版になりますので、 PC 版、先ほど言った不具合の問題も様々受けてますので、その点も考慮に入れて評価レビューをご覧いただけたら幸いです。それでは早速見ていきましょう。
このゲームは中国の過去の歴史、三国志をテーマにしたゲームになっています。単純にキャラクターが名前付きで登場するということもありますが、全体的に中国の雰囲気をまとったような内容になっている。そのあたりに魅力を感じる人も多いかと思います。また、それもあってか、他のこの手のゲームだと、キャラクターの動作が全体的に重い。それは鎧を着ているから、重い武器を持っているから、ということがあるようなのですが、このゲームに関してはどちらかというと中国雑技団的な動き、そうした動きをイメージしているのか、全体的に軽くなっている。この軽さが良いと思うか悪いと思うか、人によっては重々しいような動きの方がいいという人もいるかと思いますが、先ほど言った中国雑技団的な動き、そうしたものの動きはやはり魅力的で、他の要素と相まってこの辺りの動きのテンポの良さというのは魅力の一つになるのではないでしょうか。この中国雑技団、それはまさに三国無双ではあるのですが、あれとはまた違った三国無双に難易度を上げたかのような、そして敵の数もある程度限定された中での戦い、特にボス戦は1対1での戦い、そのあたりが一つこのゲームの目玉になるのではないでしょうか。そこを面白いと思うかどうかによってこの評価もまた変わってくるかと思います。このゲームの核となるゲームシステムに規制ゲージというものがあります。何かを行動する際にこのゲージが変動して減りすぎると行動不能になったり、逆に増えると様々な行動がしやすくなるというようなゲージになってます。技を使ったり、術を使ったり、家系という避ける動作。これも全てゲージが必要になるので、このやりっくりがゲームの肝となってます。うまく調整しながら遊べれば楽しいんですけれども、逆にそこが煩雑に感じられたり、または自由に行動ができないというところで不満に感じる人、または難易度が高く感じてしまうという部分でもありますので、ここの良し悪しはプレイヤーによって変わってしまうかもしれませんが、この部分が一つポイントとなる点かと思います。家系という敵の攻撃をかわして、場合によっては敵にダメージを与えたり、またはひるませたりするという行動があります。この行動を行うには敵の攻撃に対してタイミングよくボタンを押す必要があります。敵の動きが単純ではなくて、時には少しためを作ってその後攻撃やってきたり、または時間差攻撃みたいなことをやってきたり、または表現上画面が見えにくくなる、そういうような技であったり、単純に壁とかで画面の点が変わってしまって敵の攻撃が見えないなどといった見えにくい状況になることもあります。これによって結構多くの失敗要素、それが含まれてしまっているため、慣れてないと敵の攻撃を家系でかわしたりとかできず、そしてそれができないから不快に感じるということも出てくるかと思います。単純に敵の動きだけでなく他の要素でもよく押せないみたいなパターンもありますので、その点に関して問題を抱えていると思う人も多いと思います。この家系が容易にできるようになれば規制ゲージにもプラスに働きますし、全体的にゲームの難易度が簡単になっていくかと思います。逆にこれができない、タイミングよくボタンを押すのが苦手という人からすれば、ゲーム全体の難易度が高く感じられる要素の一つにもなっています。ここら辺もこの手のゲームやり慣れている、もしくは敵の行動に対してボタンをタイミングよく押すのが得意な人であるならば良い要素に感じるかもしれませんが、逆に苦手な人からすると問題のある要素と感じるかもしれません。これもゲームのプレイヤーによって評価が分かれる要素となっています。敵を倒していくことによって士気ランクが上がって、そして敵と比べて士気が高いと有利に戦うことができるようになります。このため士気ランクを上げ切ってからボスに挑むと、上げない時と比べて楽に勝てる可能性が高まります。ただ倒されると士気ランクが下限ランクまで落とされるため、再び上げ直す必要はありますが、それが面倒に感じるかもしれません。敵を倒して経験値を稼ぐとともに士気ランクを上げてまたボスに挑むというような遊び方をするのであれば、いつかはボスに勝てるようになるかもしれません。プレイヤーにとっても有利になる要素がある反面、上手い人であればそのランクを無理に上げずにとっととボスまで行って、そして戦ってボスを倒すみたいな遊び方もできますので、この辺りはいろんなユーザーに対して遊びの幅を広げていると言えるでしょう。士気の加減ランクを上げるには旗を道中探して、そこに旗を刺していく必要があります。その場所が見つけにくいことが多いという問題があります。操作が苦手な人にとってはこの士気ランク上げる、そしてその加減がどんどん上がっていけば上限まで上げ切るまですごく楽ができるんですが、失敗しても
加減が上の方の高いランクにあるため、最大まで上げるまで2ランク上げれば条件を満たせる。だけれども、その加減ランクを上げるための旗をさせる場所、それが変に隠されているものも多くて、せっかくあまりこの手のゲームが得意でない人、そうした人向けにある要素が、そんなに隠す必要あるのっていうような部分での疑問点というのが出てくるかと思います。簡単に見つけられれば当然問題ないんですが、見つけにくい、どうやってその場所に行けばいいかわからないとか、そもそも旗を立てる場所がどこにあるかわからないとか、またマップを覚えるのが苦手な人というのもいるかと思いますが、そうした人にとってもなかなかこの旗探しが大変になるかと思います。苦手なプレイヤーにとってのプラス要素がうまく機能しない可能性があるということは残念だと思います。見つけやすくなるスキルを持っているというようなキャラクターもいるんですが、全てのマップで呼び出せるわけではないので、そのあたりもこの旗の場所を探すというのが困難になっている要因にもなっていて残念に思います。ただ逆に慣れているプレイヤー、上手いプレイヤーからすれば、いちいちそういう旗を立てることもなく一気にボスまで進んでしまってとっとと倒す、短時間で遊べるというような要素でもありますので、そこら辺もやはり上手い人、苦手な人、その人それぞれによって評価がまた変わるポイントです。どうしてもこの手のゲーム難しく感じる人も多いですが、慣れてない人向けにも様々な育成要素が用意されているため、それらをうまく組み合わせていけば、なんとか攻略が可能になるかもしれない。仲間との共闘であったりとか、レベル上げ、式上げ、武具の強化などなど、いろいろありますので、そうしたものを組み合わせて、とはいえ今まで言ってきた家系を使ってちゃんと敵の攻撃をかわす、式ランクを上限まで上げて、敵より有利になって戦う。など、様々な要素はやはりちゃんとやらないと、そんなにボタンを連打してるだけでは勝てないようなゲームでもありますので、なかなかあっさりはいきませんが、一応強化要素も様々用意されていて、苦手な人でもなんとか遊べるかもしれないという、そのようなものも用意されていることもね、伝えておこうかと思います。最初のステージのボスが、なぜか難易度が高すぎる。この後に出てくる、また次のステージとかのボス、そこと比べても明らかに強すぎるような気がします。また、ちょっとネタバレにはなりますが、第2形態みたいなもの、これもあるんですが、その一番最初のボスに。仮に第2形態まで行っても、やり直しをする際には第1形態からとなってしまう。ただでさえ、序盤、全くゲーム始めてやり慣れていない。なおかつ、苦手な人も当然遊ぶ。にもかかわらず、一番最初のボスが強すぎて、なおかつ第2形態まであって、仮に第2形態まで行っても、やり直しは第1形態からとなってしまう。これによっても最初のボスで詰まってもういいやと思ってしまう人も多くいるのではないでしょうか。少なくとも第2形態まで持っていったら、再挑戦は第2形態からでいいんじゃないかなとは、個人的には思います。その後のステージの難易度が明らかに優しくなっているので、なぜ最初にこんなにも難しくしてしまったのか、すごく謎ではあります。あとは細かいところで作り込まれてない要素もたくさんありますが、例えばアイテムの並び替えの内容が保存されていないであったりとか、特殊効果で並び替えができなかったりとか、多くの武具を集めていくことになるんですが、多くの中から必要なものを選ぶというのはかなり難しい。全部一個一個特殊効果を見ていくというのは大変ですので、最低限でもまともな並び替えであったりとか、あるいは特定の特殊効果あるもののみ表示させる、そういったような仕組みは必要だったんじゃないかと思います。このあたりは今後のアップデートで追加されればと思いますが、どうでしょうか。以上になります。他の動画でも述べましたが、同じタイプのゲームは2を少しやって、そして投げ出したということがあります。だがこちらはなんとか無事クリアまで楽しむことができました。ただ私が遊んだのは PC 版、Steam 版でプレイしたこともあって、不具合で無駄にストレスを増すことになり、その点はすごく残念でした。できればこの評価レビューでも良い点だけをね、述べたかったような気もしましたが、様々な問題を抱えていたっていうこともちゃんと伝えておくこともあり、このような動画になっています。だが今後のアップデートを本当に期待したいので、ちゃんとアップデートしてくれることを願って、このゲームどういうゲームかわからない方はすでにゲーム実況もやってますので、よろしければそちらの方も合わせてご覧ください。今回の評価レビュー、加点していただけた方は高評価をしてお帰りいただけたら幸いです。ではでは。